大家好、我是もも、我是台湾人。こんにちは、台湾人のももです。これ、何の場面かわかりますか？大人と判断されるような人から、まだ比較的若い人まで、はっきりと目立つ名札をつけられていて、何より特徴的なのは、全員笑顔を浮かべていますよね。これらは全部、これから中華民国政権に銃殺される人たちが死ぬ直前に撮られた写真です。無実の罪で捕まり、権力の暴走によって意味もわからないまま殺されに行く人たちの最後の姿です。台湾の白色テロ時代、それぞれ違う時期違う場所で銃殺刑に処された人たちの直前の写真は、その多くが最後に微笑みを浮かべていました。どこかで示し合わすこともできないはずなのに、これから処刑されるという時にとてつもない恐怖の渦中でなぜ彼ら彼女らは最後に笑顔で写真に収まったのか。私たちには当然分かりえない心境と覚悟があったのだと思います。現在の民主的な様子からは想像もつきませんが、台湾は約40年間白色テロという恐怖の時代を経験してきました。恐怖の時代と形容されることが多いですが、私は尋常じゃない理不尽の時代とも表現したいです。中華民国政権という中国の政権が台湾で独裁政治を行い、ただ普通に生活しているだけの一般人がいつ捕まって殺されるかわからない、言論の自由も思想の自由もないという時代がそう遠くない過去にありました。うっかりほんのちょっと政府のことを批判しただけで拷問を受ける。ある日急に身に覚えのない罪をなすりつけられて逮捕される。理由など一切公開されないまま権力機構によって銃殺されるという状態と隣り合わせの日常が約40年間続いていたんです。台湾人はなぜこのような不条理極まりない恐怖の時代を経験させられることになったのか。今日の動画ではまずは台湾での白色テロと戒厳時代が制度としてどのようなものだったのかを解説し、続いてこの時代に行われていた人権侵害の具体例を紹介します。次に白色テロ時代に政治迫害を受けた人々の状況についてお話しし、今回は最後に私たちの思いを台湾語でお伝えします。最後我用台語来講軍隊白色恐怖的想法。台湾でのこの恐怖かつ不条理な時代を理解するために、戒厳令と白色テロという2つの概念について説明します。2つとも台湾での事例が有名ではありますが、台湾の固有名詞ではなく世界中で使われることのある法令と概念です。まず戒厳令について、これは主に戦争や内戦などの緊急時に全国または一部の地域で司法権、つまり法律を行使する権利を軍に委ねる法令のことです。本来人々の行いは法によって裁判所で裁かれ判断されるものですが、戒厳令が敷かれるとこの司法権を丸ごと軍に移して軍の判断で法律を解釈し民衆を制裁することができるようになります。日本でも過去に戒厳令が出されたことがあって、正式な手順を踏んで施行されたのは日清戦争と日露戦争時の2回だけですが、他にも例えば1923年関東大震災の混乱下で緊急勅令によってイレギュラーに戒厳令が出されたこともありました。日本が第二次世界大戦に敗戦し、中華民国政権は連合国の指令を受けて日本の植民地だった台湾の一時管理に来ました。その後中華民国政権が自国中国での内戦に敗れ、1949年12月にどさくさに紛れて政権丸ごと台湾に亡命してきます。この時に中華民国政権が台湾人と仲良く共存したわけではなかったというのが問題でした。1949年12月に台湾に逃げ込んできた中華民国政権は、その数ヶ月前にすでに台湾での戒厳を宣言していました。どういうことかというと、中華民国政権は中国内戦の負けを悟った段階で避難所にしていた台湾での戒厳令を発令したというわけなんです。中国国民党が治めていた中華民国政権は中国共産党に惨敗して台湾に逃げてきてからも、反攻大陸、統一中国、大陸に反撃し中国を統一せよのスローガンを掲げていました。反撃とか統一とか中国で勝手にやれよという感じで、台湾とは何ら関係のないことなのに、中華民国政権が台湾で戒厳令を発動したことにより、台湾人にとっては完全なる巻き込み事故が起きたということになります。こんな背景があり、1949年5月20日に台湾で戒厳令が宣言され、これが解除されたのがなんと38年後の1987年になってからのことでした。38年間というのは戒厳期間としては世界で1位2位を争う長さです。
戒厳令発動とともに中華民国政権は台湾で人権侵害を正当化する法律を次々と打ち立てます。まずは刑法100条。これは1935年、中華民国政権がまだ自国中国にいた時から存在したもので、国家転覆や政府への反抗を試みた人を懲役刑に処することを定めた法律をそのまま台湾に持ってきたものです。次に動員戡乱時期臨時条款という法律は、これも中華民国政権が中国にいた1948年に成立し、1991年まで続きました。1948年の中国って中国内戦の終盤で大混乱に陥っていた時期で、この法律は中華民国政権が中国の憲法を好き勝手解釈するために作られたものです。法律名に臨時とある通り、本来は一時的に憲法違反をするためのものだったはずが、中華民国政権が台湾に来てからも無期限で何度も改悪され続けました。次に惩治叛乱条例。これは1949年に施行され、1991年に廃止されるまで続いた法律です。通常であれば刑事犯罪を犯した人は法律に基づいて刑罰が判断され、しかるべき審査や手順を踏んで実際の刑が課されるわけなんですが、この法律はそれらの手順を一気に全部スキップして、中華民国政権にとって気に食わない人を速やかに死刑にするためのものでした。最後に戡乱時期简述匪谍条例。これは匪谍、つまりスパイの定義を拡大解釈するための法律で、1950年から1991年まで存在しました。中国国民党が治めていた中華民国政権の当時の至上命題は、中国共産党が治める中華人民共和国政権を倒し、中国を奪い返すことでした。そのため中華民国政権が一番警戒したのが中国共産党のスパイだったんです。この法律でスパイの定義について明確には定められておらず、とりあえず中華民国政権がスパイだと思えばスパイというとんでも理論で多数の冤罪を生み出しました。さらにこの法律が卑怯なのは、民衆同士で互いを監視し密告することを奨励した点です。密告には特に証拠などは必要ないので、例えば真っ当に生きていた人がお隣さんと喧嘩をして恨みを買っただけで告発されるなんてこともあるわけです。さらに密告された人は財産を没収され、この財産は密告者に 30%、捕まえた人に 35%、そして残りの 35% が中華民国政権のものになると定められていました。ただ生活しているだけで誰かに密告されるかもしれない、実はいつも仲良くしていたあの人が密告犯かもしれないというふうに、民衆をどんどん疑心暗鬼に追い込む法律でした。これらの法律が中華民国政権の台湾での暴政の根拠となったわけですが、もう一つ無視できないのは蒋介石と蒋介国親子の独裁です。中華民国政権の総統、最高権力者だった蒋介石と蒋介国親子は台湾に亡命してきてからも絶対権威であり続け、蒋一家の一存で全てをひっくり返すということを繰り返してきました。例えばある人が当初数年間の刑期で済むはずだったのに、なんか最近死刑が少ないかなという理由で蒋介石が急に銃殺刑に変更するというようなことが当たり前に行われていました。最高権力者がルールもへったくれもない政治をしていたので、その下にいる官僚や軍も腐敗していくのは想像に難くないかと思います。台湾の戒厳時代は戒厳令に始まり、人権も道理も無視した複数の法律と独裁により台湾住民の権利を著しく侵害する時代でした。その当初の目的が共産党員を捕まえるというものだったわけなんですが、1950年代以降の台湾が白色テロ時代と呼ばれるゆえんはここにあります。白色テロというのは為政者が共産主義勢力に対して行う暴力的弾圧行為を指すフランスに起源を持つ言葉です。台湾では刑法100条が1992年にようやく改正されたのをもって43年間続いた白色テロが制度上は一応終結しました。台湾では初めは中華民国政権が共産党員を捕まえるために暴走を始めましたが、約40年の間に途中からは台湾独立派を捕まえるため、言い換えると台湾が台湾人のものになることを阻止するためにこの暴力政治が続きました。寧可錯殺一千，不可放過一人。三国志で曹操が言ったとされる言葉なんですが、日本語にすると、たとえ1000人誤って殺してでも1人を逃してはならない。つまりどれだけ多くの関係のない人を間違えて殺しても構わないから、本当に殺すべき1人を見つけ出せという意味です。中華民国政権もまさにこのような態度を持って
台湾で国家単位の無差別殺人を繰り広げました。白色テロの被害者数について228事件と同様、正確な数字は分かっていません。首謀者である中華民国政権が未だに台湾にいるので当然といえば当然ですが、当時の資料や証拠の多くがもみ消されブラックボックス化しています。それでも分かっている限りで1950年から1954年までの4年間だけで少なくとも3000人が銃殺刑に処され、8000人以上が収監されました。このほぼ全てが無実の罪で法律の拡大解釈により強引に捕らえられた人たちです。白色テロの初期、たった4年間で少なくともこれだけの人数が捕まりました。その後、1987年に戒厳令が解除されるまでの間に2万9000件以上の迫害があり、総被害者数は14万人にも上るとされています。全体では推定約4000人が銃殺刑に処されました。またここで強調しておきたいのは、この時期に多くの人が政治犯もしくは思想犯という名目で捕まったり処刑されたりしましたが、そのほとんどが本当に何もしていない無実の一般市民だったということです。また迫害を受けた中には高い割合で蒋介石ら中華民国政権と同時期に台湾に亡命してきた中華民国人、つまり中国人が含まれています。中華民国政権の野望のために人権侵害を正当化する法律が乱立したことで、台湾人、中華民国人問わず台湾でただ普通に生きていただけの人が犯罪者にされる社会が生まれました。新北市のとある場所に茂みの奥にひっそりと佇む廃墟があります。長いことお化け屋敷のような扱いを受けていた廃屋なんですが、2009年になってこの建物の周辺に500枚以上もの戒厳時代の資料と50瓶ほどのホルマリン漬けの臓器が散乱していたのが発見されたことで、ようやくこの建物の正体が明るみに出ました。ここは安康招待所と呼ばれる中華民国軍の施設で、白色テロ時代にここで政治犯、思想犯として捕らえられた人の拷問が行われていました。このような招待所、招待所、もしくはそれに類似する施設は台湾各所にあり、分かっているだけで32カ所あったと記録されていますが、実際にはもっとたくさんあったはずです。ここ新北市の安康招待所は1973年に設立されました。元副総統の盧秀蓮など後に台湾民主化のリーダーとなった人たちもかつてここに招待されていました。招待所は施設によっては本来の目的通り軍関係の要人の接待のために使われているものもありましたが、その実態は多くが秘密裏に政治犯、思想犯の自白を強要し幽閉する場所となっていました。麻袋を顔にかぶせ視界を遮った状態で殴打する、数日間連続で眠らせずにまともな判断力を奪う、鞭で血まみれになるまでぶたれた後に蚊が多くいる茂みに放置される。こんなのはまだまだ序の口でした。ここでも自白しなければ次に待っているのは、服を脱いだ状態で氷の塊の上に長時間座らされ、伝部や生殖器を壊死させる手法や、刺激物を溶かした水の中に顔ごと沈められる、手足を縛った状態でガソリンを口から流し込まれる、指先の爪の間、全身に刺激が走る場所を狙って針を刺す、電気ショックを与えるなど、常人の想像をはるかに超えた暴力がまかり通っていました。こんな拷問を受ければ、たとえどんなに体力や精神力があろうと、大抵の人はやってもない罪を自白しますし、死んだ方がマシだという思考に陥ります。記録に残されていないだけで、拷問の最中に命を落とした人も少なくないはずです。緑島という台湾の南東に位置する離島には、この時期に嫌疑をかけられた人たちに思想改造をするための洗脳施設が作られました。緑島については実際に取材に行った映像にて後日詳しくお話しします。この時代の怖さは捕まった本人だけではなく、その家族にも甚大な被害をもたらしたことです。先ほどお話しした通り、叛乱時期減数匪別条例により密告された人の財産は没収されるため、当然その家族は瞬く間に困窮します。家庭から政治犯が出れば、残された家族は社会から後ろ指を刺され、親しい友人や親戚も今度は自分たちが巻き込まれるのではという恐怖でどんどん疎遠になっていきます。家族も常に監視され、ほぼ軟禁状態、まともな仕事にも就けず、子供は学校で差別を受けるなど、ある種監獄の外の監獄のような環境が作り上げられていました。また当時は家族が銃殺刑に処された場合、遺族がその遺体を回収するには信じられないことに殺人を犯した政府にお金を払う必要があったんです。
銃殺したその弾丸の代金と遺体引き取りの費用を払わないと遺体を返さないという常軌を逸したこの決まりは、不条理に家族の命を奪われた遺族にさらなる苦痛を与えました。私たちは生存者の貴重なオーラルヒストリーから当時のことを少しずつつなぎ合わせることができていますが、その裏には誰にも知られることなく、捕まったが最後二度と帰ってくることのなかった大勢の人たちがいます。釈放され戻ってきたところで、その多くは心身に異常をきたし、元通りの生活を送ることが困難になりましたし、健康状態が比較的良かったとしても、収監されていた記録により釈放後もやはり引き続き監視され、職に就くことを阻害され、ホームレスになる人が続出しました。戒厳時代、多くの無実の人の人生が意味のわからない形でめちゃくちゃに破壊されてしまったんです。白色テロは1950年代から1990年代まで続いたので、まさに私の祖父母、そして親世代がこの時代を経験してきました。ですが、この2世代の間にはこの時代の捉え方に大きなギャップがあるということに注目したいです。祖父母世代、だいたい今の80代以上の人たちは日本植民地の台湾に生まれ、例えば私の父方の祖父母に関しては、戦争が終わった時、祖父が20歳、祖母が18歳でした。なので、生まれてからほぼ成人するまでずっと日本植民地時代で日本語の学校教育を受けていたわけです。日本の植民地として公民化政策などを経験し、日本の敗戦後は中華民国政権がやってきて、今まで話していた台湾語などの母語や日本語は突如として禁止となり、中国語を強要され、228事件の勃発、そして戒厳令による白色テロ時代に突入するという激動の時代を実際に経験してきたのが祖父母世代です。一方、私の親世代、だいたい今の5、60代の人たちは、生まれた時にはすでに戒厳時代という台湾で生活してきました。私の両親の場合、戒厳令が解除された時には大学も卒業して働き始めたくらいの年齢でした。キナランウヒボーツイという台湾語が当時の状況を象徴的に表しています。直訳すると、子供は耳はあるけど口はない、つまり子供は何か見聞きしたとしても何も口外してはいけないという意味です。白色テロ時代の親世代、私にとっての祖父母世代は、自分たちを守るための最良の手段として沈黙を貫きました。政治について触れない、話さない、あえて無知でいることが一番安全な方法だったんです。例えば、台湾の英語教育の礎を築いた瓜基華先生は、私の母方の祖父の友人でもあるんですが、左派寄りの思想を持っていると嫌疑をかけられ、緑島などに合計17年間収監されました。お父さんはアメリカにいるはずなのに、なんでクリスマスカードの住所が台東から来てるの？本当のこと教えてよ。これは台湾本土に残された娘さんが緑島で洗脳と強制労働を強いられていた瓜基華先生に宛てて書いた手紙です。瓜基華先生の妻チョア・アリーさんは、家族の安全のため娘さんにお父さんはアメリカにいると嘘をついていました。濡れ衣を着せられ、いつ出られるかもわからない監獄でこのような手紙を受け取った瓜基華先生、そしてお父さんは本当はどこにいるのかと娘さんに責められた妻チョア・アリーさんの辛さは計り知れないものだったと思います。目まぐるしい変化の時代を直に経験し、中華民国政権の残忍さをその目で見た私の祖父母世代は、自分の子供が学校で中華民国の国歌を歌い、蒋介石や蒋介石を慕い、自分の母語とは違う新しい国語、中国語で教育を受け、どんどん中華民国政権の思想に染められていくのをなすすべもなく黙って見守るほかありませんでした。白色テロ時代に子供だった世代、私にとっての親世代は、実際にその時代を生きていたにもかかわらず、戒厳令が解除されて何年も経ってようやく白色テロの実態を初めて知ったという人がほとんどです。祖父母、親、子供3世代で同じ台湾という土地に生活していても、見えている世界が全く違うんだなと考えさせられます。在咧罗马95号这出电影内底，经常讲一句台词：我也是相信牺牲会带来力量。我相信愤怒才真正有法度替咱带来力量。白色恐怖时期，一处搁一处的悲剧，毋是雄雄无代无志地发生的，伊有加害者，凶手就是中华民国政权，就是蒋家。
才凶手到呾无任何人有为家己所犯的罪行担起任何的责任。台湾人家己嘛开始斗白其实这悲剧到底是安怎来发生的？咱永远无法度知影家己的亲人是被啥人所害的。台湾真无简单，才行到今仔日。敢讲咱该爱继续做乖囝，继续无家己的主张，继续讲袂出家己的意见。敢讲咱该爱继续遮尔啊无尊严是无？凶手犹原伫台湾活甲好势好势，代志若无结束，愤怒的感情是要安怎收煞？喙齿互人咬掉，敢若会斗白其实家己是为着啥的愤怒？甚至会开始怀疑讲，敢会是家己想伤济？愤怒会带来力量，愤怒毋是为着要煽动民族间的对立，是要为着家己的权利来出声，是追求正义的动力。今仔日的影片就到这，咱后一支影片再会，拜拜。